サムライチャンネル。サムライチャンネルへようこそ。今回は山陽金属さんに提供いただいたこちら。電動草刈り機専用のチップ層 3S ホワイトを紹介していきます。私もサブ機としてマキタのね 18V の電動草刈り機を持っているんですけど、次のチップ層選びをどうしようかなと思ってる時にこのチップ層をね知ったんですよね。そして電動専用モデルということもあって、230mm と 200mm の2つの種類があります。この 200mm のタイプは、軽量コンパクトで、狭い場所でね、小回りの効いたり、また女性でも扱いやすいということで、200mm はね、そういった用途に向いているようです。こうして比べてみますと、30mm の差っていうのがね、だいぶね、見た目大きく違いますよね。小さいということはね、それだけ刈り幅も狭くなってしまいますので、男性にはね、この 230mm の方がいいかもしれませんね。そして 3S ホワイトの 3S って何なんだろうってことなんですけれども、一つ目がセービングパワー。省電力ということで、燃費がね、いいようですね。燃費と言いますとね、最近出てきた言葉で、バッテリーの持ちがいいことを燃費と言いますね。そして2つ目がストロングということで、チップの飛びに強いと。衝撃吸収のためのスリット搭載ということで、これシャークシリーズに搭載しているシャークスリットとね、同じものですよね。すでに実績のある機構をね、搭載してきてるのはね、これはちょっと期待できますね。そしてこれもシャークシリーズに搭載している浅い刃底ですよね。草が直接チップに当たって切れ味が良くなるっていうのがね、山陽金属独自の刃型ですよね。そして今ね、話に出てきたシャークシリーズっていうのがね、あるんですけれども、これね、イエローシャークという商品です。もうこれを見ていただくと、3S ホワイトがシャークシリーズとね、同じ刃型してるっていうのがね、見ていただけますよね。ちなみにこのイエローシャークの形はね、縦にも横にもね、すごい形してるんですよね。もうなんかね、こう見てるだけでかっこいいですよね。イエローというよりゴールドっていうね、そんな感じがしますけれども、今回はこの 3S ホワイトを開封していきます。持った感じはですね、結構しっかりしてますね。255mm の商品とね、こう重ねると、一回り小さいのはね、ご覧いただけるかと思います。そして気づいたのがね、チップが薄いですよね。津村さんの L52 オールラウンドチップ層とね、比較してみたいんですけれども、映像だとね、少しわかりにくいですかね。ノギスでね、測って計測していきたいと思います。まずは 3S ホワイトのチップからですね。1.3 ミリですね。続いて津村さんの L52 チップ層。こちらは2ミリとなっていますね。これだいぶね、厚みに違いがありますね。そしてこのチップ層もね、薄ければ薄いほど軽くて、燃費にはね、非常にいいと思うんですけど、この 3S ホワイトのね、台金の厚み、これね、ここに記載されてるんですけど、1.25 ミリなんですよね。これはもうね、JIS 規格で定められているので、これ以上はね、薄くできないっていうね、厚みになっていますね。さあ、果たしてその実力はどうなのか、マキタの純正 DC ホワイトで確認をしていきたいと思います。山陽金属さんから 3S ホワイトを提供していただいて、レビューだけしてもね、面白くないので、やっぱり比べてどうなのかっていうのがね、大切ですよね。そして今回、マキタさんにも問い合わせをして回答いただきましたので、また後でそれについてもお話ししていきたいと思います。そしてまずこのね、チップ層の名前の DC ホワイトの D と C は何なのかということなんですけれども、この DC ホワイトの D っていうのは、この肉抜きのね、穴が D 型っぽく見えるので D と、そして C っていうのは、このチップがね、
少しね、こうくぼんでるんですよね。まあそういうことでね、DC ホワイトっていう商品名となっています。まあこれご覧のようにね、もう1時間半ぐらい草刈りしてあるので、それなりにね、使い込んでる状態にはなっているんですけれども、まだまだね、1時間半なので、まあ新しいのを用意しなくてもいいかなということでね、これを使うことにしました。そして肝心のチップの厚みはというと、1.1ミリですね。先ほどの 3S ホワイトが1.3ミリだったので、これね、結構薄いですよね。台金部分はというと、1ミリですね。これ1ミリということは、JIS 規格の1.25ミリをね、下回ってますよね。ということは、DC ホワイトは JIS 規格の認証を取れない仕様になってますね。DC ホワイトこの薄さならね、かなり軽いんじゃないですかね。286g ですね。続いて 3S ホワイト。352g ですね。この 66g の差をどう考えるかなんですけれども、電動草刈り機を作っている、やっぱりマキタとしてはね、燃費をいかに良くするかっていうのがね、大切な部分もあると思いますので、そういった部分を考慮してのこの DC ホワイトなのかなというふうに感じました。そしてこれが 3S ホワイトの 200mm 仕様ですね。これは 268g と、女性にも優しい軽量設計となっています。そしてここまでね、いろいろ調べてきて一番気になるのが、世界のマキタがですね、JIS 規格の 1.25mm を下回る台金 1mm 圧。これ安全基準は大丈夫なのかということで、マキタにね、実際問い合わせをして確認をしてみました。そうしましたらね、マキタさん実際に返事をね、きちんとくれまして、低振動、省エネを考慮して、あえて薄くしていると。そしてマキタでの作業試験等を十分に行っているので、安心して使用していただけますというね、回答をいただきました。マキタさん回答いただきまして本当にありがとうございました。そしてここでね、さらに疑問に思うのが、この 3S ホワイト、JIS 規格なんですけれども、なぜ 352g なのかということなんですよね。こちらもですね、山陽金属さんに問い合わせを行いました。その回答としては、このチップ層があまり軽すぎてしまうと、密生した草ですとか、束になったような草は、チップ層が弾かれるというか、飛び跳ねるような感じになって、うまく刈りにくいからっていうのがね、回答でした。そして JIS 規格のため、台金の厚みですね。これ 1.25 ミリ以下にはできないようなので、チップの厚みも研磨する関係上、ギリギリの1.3ミリになってしまうということでした。そしてある程度の重量がないと、遠心力がうまく働かないので、ただ軽くすればいいってもんではないというのがね、山陽金属の考え方となっています。そしてこの山陽金属さんの製品カタログに参考になる資料が出てましたので、紹介していきたいと思います。ここはさっきご覧いただいたので、ここ。チップのね、研磨の種類ということで、チップ層はね、この研磨方法によって特徴だとか用途がね、異なってくるんですよね。この両側刃を用いているのが 3S ホワイトです。両側刃はチップのね、両面を同一研磨をしてあって、このチップの先端がですね、互い違いに研磨してあるので、雑木から草まで枯れる耐久性のあるオールラウンドタイプとなっています。また一方 DC ホワイトの方は型刃となっていて、チップのね、両面も研磨してあって、そしてね、チップの先端が同一方向に仕上げてある。草がナイフで切ったように切れ味が良くて、草が飛び散りにくいのが特徴の型刃となっています。そして次にチップ層の素材をね、見ていきたいと思います。山陽金属さんのね、素晴らしいなと思うのが、この素材をね、しっかり明記してるっていうところがね、安心品質、日本製を謳う、この山陽金属なのかなという感じがしますね。チップの素材はね、
もう高高度でダイヤモンドに次ぐ硬さの炭化タングステンです。そして台金は SKS5 ということで、こういう笹刈り刃とかチップのないね、そのまま刃になっちゃうような商品を台金に使ってるってところがね、すごいところですよね。そして牧田さんにもね、この座椅子の問い合わせを行ったんですけれども、素材に関しては教えていただくことができませんでした。ただこうしてね、叩いてみるとね、同じ音がするので、おそらく SKS5 使ってるんじゃないかなというふうにね、推測はされますね。そしてこれが 3S ホワイトの音ですね。こちらもね、硬そうな甲高いいい音がしてますよね。さあ、それではマキタの DC ホワイト、こちらは電皮と切れ味に特化したチップ層、その実力はどうなのか、草を買って試していきたいと思います。電動草刈り機の特徴でもあるピックアップのいいね、トルクのある立ち上がりですよね。今回刈るこのね場所はね、実はこれ芝と雑草がねもう密生してしまってるんですよね。この 18V タイプのね電動草刈り機ってだいたい 20cc のねエンジンの草刈り機を6000回転で回してるような感じなんですよね。それですので今もね楽々モードでね使ってたんですけど、もうすでにね全開になってますね。そしてね、草を刈った感想としては、最初のねこうスッとした入りはいいんですけど、後半に行くに従って徐々に抵抗が大きくなって、草がもうね詰まってしまうような、進んでいかないようなね感触がありますね。芝が結構ね密生しているせいもあると思うんですけど、なるべくねチップの先端を使って少しずつね草を刈っていく感覚ですかね。草の種類やね状態にもよると思うんですけど、こういうね密生した草にはね向かないかもしれませんね。それでは続きまして 3S ホワイト、こちらで草刈りを行っていきます。まずは回転の立ち上がりから見ていきたいと思います。 66g の重さの差はねあまり感じないですね。さあ、それでは安全安心切れ味にこだわった 3S ホワイト、草刈りを行っていきます。もう最初に草を刈った瞬間にね、あれこれ排気量上がったんじゃないかっていうようなね錯覚を起こしますね。チップ層がね非常によく切れるので、左側まで行った時にね振り抜けるんですよね。これが山陽金属さんからの回答にあった、ある程度の重みがあった方が遠心力が働いてよく切れるということなのかもしれませんね。やっぱり切れる刃物での作業っていうのはね非常にはかどりますよね。そしてこのフィールドテストでの結果があるんですけれども、これは山陽金属さんがホームページで公開している情報ですね。66g 分ね電費は悪くなると思うんですけれども、その分ね切れ味がいいので作業がはかどって、最終的には充電1回で枯れた面積が多くなるっていうのがね結果のようですね。さあ、それでは草刈りテストが終わりました。まずは DC ホワイト、軽量で燃費に優れたこのチップ層なんですけど、草を選ぶところがありますね。草に対してね最初の切り始め、こうスパッと入るね、最初はね非常に入ってくんですけれども、春先の柔らかい草にはいいかもしれませんけど、7月以降の草にはねちょっと向いてないかもしれませんね。牧田にとってはねバッテリー1個で27分枯れるっていうスペックも大切ですので、その辺のところもあるかもしれませんね。そして変わりまして、この 3S ホワイト、安心品質のJIS規格で作られているこの 3S ホワイトですけれども、切れますねこれ。排気量がねワンサイズ上がったんじゃないかなと思うぐらいのね切れ味でしたね。マキタのねこの 18V の電動草刈り機って最高回転がねもう6000回転で固定されてしまうんですよね。仮払い機にねタコメーターつけてる方だったらね大体わかるかと思うんですけれども、普通にねこう草を刈ってる時の回転数って
だいたい6000回転ぐらいなんですよね。そして今回使っているマキタの電動草刈り機は、楽々モードっていうのを搭載してまして、1段階から3段階まで自動的にね、パワーを調整してくれる機能があるんですよね。ということはですよ、切れ味のいいチップスを使って負荷が少なくなれば、燃費にもね、かなり影響してくるんじゃないですかね。山陽金属さんの言っているチップ層っていうのは軽すぎてもダメなんだと。ある程度の重さが必要なんだっていう考え方はね、これ確かにそうかもしれませんね。そして今回草刈り中にね、3回石にヒットして、カーンっていうね、甲高い音を聞いてしまったんですけれども、チップのね、欠けはなかったですね。これはね、もうシャークスリットと良い素材の影響をね、感じることができました。そして DC ホワイトについてはね、素材に関してはわからなかったんですけれども、チップだけね、一箇所ちょっと欠けが出ましたね。まあこれに関しては同一条件ではないので何とも言えないところはありますけれども、チップ層はチップが命ですからね。チップが欠けたら交換を考えなければなりませんね。さあ今回は山陽金属さんの 3S ホワイト、それとマキタの純正品 DC ホワイトと比較して検証してみました。私ね、今回のねこの検証を通じてちょっとね、改めて考えがね、変わったところがありますね。今まで 18V のバッテリー一つで、だいたい27分っていうね、ことばかりがね、こう頭の中にあったんですけれども、実際の草刈りの中では、このバッテリー1個で、どのぐらいの面積の草を刈れるのかっていう方がね、重要だということにね、気づきましたね。このフィールドテストの結果は、山陽金属さんがね、ホームページで公開しているもんなんですけれども、切れ味のいい刃物を使うと作業がはかどる。まあ作業されてる方はね、もう体で実感してますから、まあそれを裏付けてる資料なのかなというふうに思っています。今回ね、この動画作ってる時に、いろんな疑問ですとか、気づきがあって、非常にね、勉強になりましたね。まあ動画を撮影しながら、この 3S ホワイトの欠点は、重量が少し重いことじゃないかというふうにね、思いながら進めていったんですけれども、なんとそれがね、切れ味につながっているっていうね、まさかのオチになりまして、じゃあ価格はどうなんだということでね、Amazon で調べましたら、どちらもね、だいたい1800円なんですよ。まあそういうことでね、特段の欠点も見当たらなかったんですけれども、あえて言うならば、白だけに汚れが目立つ。このぐらいしかね、ちょっと思いつかなかったですね。そしてこのマキタの DC ホワイト。こちらはですね、マキタの電動草刈り機の燃費のスペック。まあバッテリー一つで何分枯れるっていうね、そういうデータを向上させるために、あえて軽量に作られている商品なのかなという感じがしました。まあ最後にですね、私がどちらを次に買うのかと聞かれれば、迷うことなくこの 3S ホワイト、こちらを選びたいと思います。今回少し長い動画になってしまったんですが、最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんからのチャンネル登録やグッドボタン、そしてコメントが私の動画作成の原動力です。ご視聴ありがとうございました。